ケンジさん、今日はお手元の最新レポート、現代卓球における記述規則のパラダイムシフト、過去30年の激変がもたらした競技構造の再定義とステークホルダーの適用戦略について、たっぷり時間をかけて、それこそ一文字も漏らさない勢いでお話を伺いたいと思います。副題が、メーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない真実となっていて、なんだかこれまでの常識がひっくり返りそうな予感がします。卓球ってここ30年で他のスポーツよりもずっと激しくルールや道具が変わってきたんですよね。ああ、その通りだね。今回のレポートの核心は、1990年代後半から2026年に至るまでの変遷が、単なるマイナーチェンジの蓄積ではなく、競技のアイデンティティを根底から再定義する激変の連続であったことを明らかにしている点にあるんだ。まずは、全体を俯瞰する序論から始めよう。美咲ちゃん、レポートの冒頭に記されている変革の4つの狙いについては知っているかい？テレビで見やすくするとかでしたっけ？その通り、国際卓球連盟 ITTF には明確な4つの戦略的意図があったんだよ。1つ目はテレビ放映における視認性の向上。2つ目はラリーの長期化による観客への訴求力強化。3つ目は選手の健康保護。そして4つ目が、これが非常に現代的だけど商業的価値の最大化。これらを実現するために、ボールの大きさ、スコアリングシステム、サービスルール、そして使用される化学物質まで全てが同期して変化してきたんだよ。なるほど。私たちが今当たり前だと思っている卓球の姿は、実は綿密に設計された改革の結果だったわけですね。単に遊びから始まったピンポンが国家や大企業が動く巨大なビジネスへと変貌した背景が、この序論からひしひしと伝わってきます。そうなんだ。レポートではこの変革がプレーの本質をどう変容させ、選手たちにどんな適応を強いてきたかを物理的、科学的、経済的視点から詳細に分析している。かつてのピンポンがいかにして高度なアスリート競技へと進化したのか、そのドラマティックな裏側が見えてくるはずだよ。まずは技術革新の第一歩となったあのラバーの話から始めよう。引き続き全体の総括ですが、レポートの構成を見ると、1997年のハイテンションラバーから始まって、最後の方にはAI 審判やポストマッチコントロールといった、まさに2026年の今起きている最先端の話まで網羅されていますね。これ、単なる歴史年表じゃない、すごい情報量です。そこがこの資料の最大の価値だね。記述されているのは、1997年のブライス登場の衝撃、2000年のボール大型化、2001年の11点制移行、2002年のサービスルール厳格化、2008年のスピードグルー禁止、そして2014年のプラスチックボールへの移行という巨大な波だ。これらはすべてプレイヤーにこれまでの技術体系の破棄と新たな肉体と戦術の構築を強いてきたんだ。選手はルールが変わるたびに今まで何年もあるいは一生かけて磨いてきたことを捨てなきゃいけなかったんですね。それは想像を絶する苦労だったんでしょうね。そうだね。さらにレポートの中盤以降にある不都合な真実の章では、補助剤、ブースターの闇といった現場のタブーにも切り込んでいる。そして2024年から26年にかけての AI 審判 TTR の本格導入。これはもはや卓球が人間が裁く競技からデータが証明する競技へ完全にシフトしたことを意味しているんだよ。審判の主観が入り込む余地を物理的に排除する、まさに精密工学としての卓球の完成形だね。視聴者様からの現代の用具は結局何を目指しているのかというコメントに対して、インナーカーボンの物理的優位性や粘着テンションのハイブリッド化といった最新トレンドで回答していて、非常に実践的な内容になっています。卓球の次の100年を占う上で、この30年の激変を正しく理解することは、今を生きるプレイヤーにとっての必須教養と言えるだろう。美咲ちゃん、心の準備はいいかな？これから各章の詳細に深く潜っていくよ。はい、ケンジさんの論理的なガイドがあれば、どんなに複雑な物理法則が出てきてもついていけそうです。それでは第1章。主要な競技規則を読む用具規格の変更から入っていきましょう。それでは本編、最初の大きな激変から見ていきましょう。1997年、世界初のハイテンションラバー、ブライスの登場です。レポートでは、内蔵型エネルギーへの転換と表現されていますね。これ、当時はどれくらいすごいニュースだったんですか？これは現代の卓球用具史における、まさにビッグバンと言っていい革命の第一歩だ。美咲ちゃん、それまでの卓球界の常識を想像してごらん。選手たちは高弾性ラバーにスピードグルーという揮発性のある接着剤を塗り、ゴムを物理的に膨らませて弾みを引き出すことが当たり前の前提だったんだよ。ところが、1997年に登場したブライスはその常識を根底から覆した。最初からテンションがかかっているっていうのは、
具体的にどういう仕組みなんですか？製造段階でゴムの分子差にあらかじめ強力な張力を与える独自の配合技術を導入したんだ。つまり、グルーを自分で塗らなくても、工場から出荷された時点でゴムのバネがパンパンに張っている状態を実現した。レポートによれば、当時はあまりの弾みの強さにコントロールが効かない、扱いきれないと敬遠するベテランの声も多かったらしいが、トップ選手がその圧倒的な攻撃性能を証明すると、市場は一気にハイテンションラバーへと傾斜したんだ。価格も当時としては破格の5000円だったとか。以前は2800円くらいが相場だったんですよね。そう、約2倍だね。でも、グルーを塗る手間やコスト、そして何より外部からエネルギーを与える必要がないという利便性は多等な付加価値として受け入れられたんだ。これが、現代私たちが使っているスピン系テンションラバー時代の全ての原点なんだよ。科学的な外部ドーピングから物理学的な内部エネルギーへの移行、この思想の変化こそが、今の精密な用具選びの土台になっているんだね。1997年。私が生まれる前から卓球のハイテク化は始まっていたんですね。その勢いは次のボールの変化でさらに加速していくわけですね。続いての激変は2000年10月のボールの大型化です。シドニー五輪終了直後という卓球界が一番盛り上がっているタイミング。38ミリから40ミリへ、たった2ミリの違いですけど、レポートを読むとこれがとんでもない物理的影響をもたらしたことがわかります。美咲ちゃん、流力学的に言えば、この2ミリは天と地ほどの差なんだよ。直径が2ミリ拡大したことで、ボールの投影面積は約 11% も増加した。空気抵抗 FD は投影面積 A に比例するから、同一速度で打球すれた場合、40ミリボールは38ミリボールよりも顕著にかつ急速に減速するんだ。ボールが大きくなって空気の壁にぶつかる面積が増えたから失速しやすくなったんですね。その通り。さらに重量も約 2.50g から 2.70g へと増加した。これも重要で、打球時の完成モーメントが大きくなり、かつ回転、スピンをかける際により大きなエネルギーを必要とする環境を生んだんだ。レポートの物理特性表を見ると一目瞭然だね。最大回転数は相対的に低下し、サービスによる直接得点率が激減したんだ。ボールが遅くなって回転も減った。それが ITTF の狙いだったんですか？選手からすれば嫌がらせにしか聞こえませんけど。確かにね。でも、テレビでボールの軌道が追えるようにすることと、ラリーの回数を増やすことが ITTF の至上命題だったんだ。プレイヤーからすれば一撃必殺のスピードドライブという武器が奪われたことを意味したんだよ。選手たちはどうやってその減速分を補ったんですか？より強靭な筋肉とスイングスピードのさらなる向上を余儀なくされた。卓球が一瞬のひらめきやテクニックのスポーツから連打に耐える過酷なフィジカルのスポーツへとシフトし始めな決定的瞬間だったね。素材の変化がそのまま人間の肉体の限界を押し広げたんだ。この2ミリの壁を乗り越えるために、選手たちはこれまでのトレーニング体系を根本から見直さなければならなかったんだよ。次に来るのが2001年9月の11点制への移行です。昔は21点だったなんて今の若いプレイヤーには信じられないかもしれません。レポートでは緊張感の持続が目的と書かれていますね。これも商業的な観点からの大改革だね。1ゲーム21点制から11点制へと短縮され、サービス交代も5本ごとから2本ごとへと変更された。美咲ちゃん、21点制は試合時間が長くて序盤の点数の重みが相対的に低かったんだよ。観客からすれば勝負が決まる終盤までのデッドタイムが長すぎたんだ。それが11点制になって何が変わったんですか？1点の重みが劇的に増したんだ。レポートによれば序盤の数点のリードや失点が勝敗に直結するため、試合開始直後の最初の1球からの極限の集中力とアグレッシブな戦術が不可欠になった。さらにテレビ放映における試合時間の予測可能性を飛躍的に高めるという狙いも完璧に当たったんだよ。確かに11点制だといつ終わるか大体わかりますもんね。展開もスピーディーで見ていて飽きません。戦術的にも大きな変化があった。かつてのようにじっくり相手を観察して後半に逆転するというための余裕がなくなったんだ。立ち上がりからフルスロットルで攻め抜く積極性が求められるようになり、精神的なスタミナの消費も激しくなった。一つのミスが取り返しのつかない悲劇に直結する。まさに全編クライマックスのようなスポーツになったわけですね。その通り。ITTF の商業戦略と同期したこの改革は、卓球をよりスピーディーでエキサイティングなエンターテインメントへと変貌させた。でも選手にとっては、かつてないほど過酷な心理戦の幕開けでもあったんだ。この瞬間のドラマの連続こそが、現代卓球の魅力そのものになったんだね。2002年にはサービス可視化ルールが厳格化されました。16センチ以上の垂直な投げ上げとインパクトの瞬間の可視化。レポートでは、これが現代卓球のレシーブ技術に革命を起こしたとあります。昔は隠してもよかったんですか？
美咲ちゃん、昔の卓球はサービスで半分勝負が決まると言われるほどサービス側が圧倒的に有利だったんだよ。フリーハンドや体でボールを隠すハイドサービスが一般的で、レシーブ側は回転の音やモーションの残像から予測するしかなかったんだ。それじゃあ公平じゃない気がします。だからこその改革だね。ITTF はインパクトの可視化を義務付け、隠す行為を厳格に禁止した。レポートの分析によれば、これによりサービスによる直接得点が減少し、レシーブ側が積極的に先手を取る必要性が生まれたんだ。それがチキータなどの進化につながったんですか？まさに、サービスの回転が見えるようになったことで、レシーブ側がバックハンドで積極的に回転を上書きして攻めるバックハンドフリップ、いわゆるチキータといった技術が劇的に進化したんだ。レポートでもサービスルールの厳格化がなければ、今の超攻撃的なレシーブ技術の発展はありえなかったと強調されているよ。隠す技術から見せて名を利かせる、あるいは見えたものを打ち抜く技術へ、卓球がより高度で透明性の高いスポーツになったんですね。そう、卓球の技術レベルが一段階引き上げられたわけだね。このルール変更が現代の高速両ハンドドライブ卓球の戦術的な土壌を作ったと言っても過言ではないんだ。サービスを隠すことが特権だった時代から、正々堂々と回転の質で勝負する時代への転換。これが卓球をよりクリーンで知的な競技に進化させたんだよ。いよいよ大きな山場、2008年9月のスピードグルー全面禁止です。レポートには健康被害の話や用具の開発競争の激化について正しく書かれていますね。これは卓球界の科学規制における最大の事件だね。スピードグルーに含まれる揮発性有機化合物 VOC の吸入による健康被害が懸念され、 ITTF は水溶性接着剤への移行を義務付けたんだ。美咲ちゃん、これ当時の選手たちには死活問題だったんだよ。今までグルーを塗って弾ませていたのに、急に明日から禁止って言われたらどうすればいいかわからなくなりますよね。そう、外部から化学物質を注入して性能をドーピングするというそれまでの技術体系の根幹が封じられたわけだからね。ところがレポートによれば、この外部からの補助が封じられたタイミングこそがメーカーにとっての真の技術開発の火付け役になったんだ。それが現代のスタンダードなラバーの誕生につながるわけですね。その通り、タマスのテナジー05だね。グルーの膨張効果に頼らず、独自のスプリングスポンジによりゴムの物理構造そのもので圧倒的な回転と弾みを実現した。このラバーの登場により、卓球は接着剤を塗りたくる時代からラバー自体の物理工学で勝負する時代へと強制的に移行させられたんだよ。選手の健康を守るという大義名分が結果としてラバーの技術を10年分くらい一気に進化させたんですね。皮肉なことだがその通りだ。この禁止令があったからこそ、私たちは今有害な煙に巻かれることなく高性能なラバーを手にすることができる。科学の力でごまかすのではなく、材料そのもののポテンシャルを極限まで引き出す、この工学への回帰が今のハイテク用具競争の幕を開けたんだよ。2014年にはボールの材質そのものが変わりました。120年以上続いたセルロイドから非燃焼性のポリマー、プラスチックへの変更。レポートでは回転現象が大きなキーワードになっていますが、そんなに影響があったんですか？これは物理的および感覚的に最も大きな激変の一つだね。プラスチックボール ABS 樹脂はセルロイドに比べ表面が平滑で摩擦が少なく、かつボールの熱伝導率や弾性率も異なる。レポートの分析データによれば、回転量が以前より約10から 15% も減少したんだ。 15% も、それって打っていてすぐにわかるレベルですよね。顕著だよ。特に回転で食っていたカットマンなどの守備選手には死活問題だった。強烈な島回転がかけにくくなり、攻撃選手にスマッシュやパワードライブで打ち抜かれるリスクが劇的に増大したんだ。レポートではこれをカットマンの苦境として詳細に記述しているよ。攻撃選手の方はどうだったんですか？やはり有利になった？単純に有利というわけじゃない。バリュー選手のようなトップ選手は即座に打法を修正したんだ。ボールを薄く擦る打法からより厚く捉えて押し出す、食い込ませる打法へと調整し、減少した回転をパワーと正確性で補ったんだ。素材が変わることで勝ちやすいスタイルそのものが変わってしまったんですね。その通り。プラスチックへの移行は卓球をさらに物理的な衝撃力を競うハードなスポーツへと変貌させた。材料工学的な変更が競技の勝敗の基準を根底から書き換えてしまった恒例だね。この変化に最も早く適応し、打法を物理的に再構築したものが2010年代後半からの新王者となったわけだ。ルールや道具だけじゃなく、卓球の運営もこの30年で激変しました。第2章、運営、工業およびデジタルテクノロジーの進展についてです。2019年の WTT
ワールドテーブルテニス設立。これで卓球のイメージがガラッと変わりましたよね。卓球をマイナースポーツから最高級のグローバルコンテンツへ引き上げた歴史的な転換点だね。WTT の設立によって卓球の商業的価値は爆発的に高まったんだよ。まず驚くべきは賞金額だ。レポートによれば2025年からはさらに賞金プールが拡大され、最高峰のグランドスマッシュなどを中心に選手の経済的地位が劇的に向上している。賞金が増えると選手のモチベーションも、プロを目指す子どもたちの夢も広がりますよね。それだけじゃない、演出の作新が凄まじいんだ。黒い床、劇的な LED 照明、そしてマルチアングルでの高画質配信。2022年の累計視聴者リーチ数は全世界で22億人を突破したというデータがレポートに記されている。22億人。卓球って今やそんなに多くの人に見られる巨大なコンテンツなんですね。そう。ITTF は卓球を単なる点数を競うゲームから世界中のスポンサーが群がるプレミアムなショーへと昇華させた。この商業的な成功がひいては最新用具の開発資金やこれから話す AI 審判のような高額なデジタル技術の導入コストを支えている。運営の変革こそが技術革新のエンジンになっているんだね。いよいよ最新のトピック、第2章の最後の方にある AI 審判 TTR についてです。卓球もついに AI が裁く時代に突入したんですね。レポートには具体的でかなり厳しい判定基準が載っています。2024年から26年にかけての最大の激変と言えるだろうね。TTR テーブルテニスレビューシステムの本格運用だ。制度混合団体ワールドカップやマカオワールドカップでの施行を経て、今やトップ大会の標準装備になりつつある。みさきちゃん、AI は人間よりもはるかに冷徹だよ。AI は具体的に何を判定しているんですか？審判がいらなくなっちゃう？主に3つのクリティカルな項目だ。1つ目はエッジボール判定。高精度カメラでボールが台の角に1ミリでも触れたかどうかを 0.01 秒単位で確定させる。2つ目はサービス不正の検知。レポートによれば AI はボールのトスが16センチ以上の高さに達しているか、トスの角度が垂直から30度以内に収まっているか、そしてインパクトの瞬間に体や手でボールを隠していないかをリアルタイムで解析するんだ。垂直から30度以内。審判の目では見えなかった微妙な角度や高さも AI なら逃がさないわけですね。そう。そして3つ目がチャレンジ制の導入だ。選手には1試合に2回 AI 判定を要求する権利が与えられている。これにより審判の誤審による理不尽な失点が排除され、競技の公平性が究極まで高まったんだ。もはや運や駆け引きでごまかすことはできない純粋な実力勝負になる。まさにデジタルテクノロジーが競技の質を定義し直したんだ。2026年の卓球界において、選手は AI という冷徹な目を味方につけ、より精密なプレーを追求することを強制されているんだよ。技術の高さがそのままデータの正しさとして証明される時代になったんだ。レポートの第2章の終盤、2026年4月のロンドン世界選手権に向けた平坦、ロジスティクスの話がスマザミです。20トンの資材、連結トラック8台。これ、一体何を運んでいるんですか？卓球ってラケットとボールがあればできる手軽なスポーツだと思ってましたけど。世界選手権という舞台がいかに巨大な精密機械として運営されているかを物語る数字だね。レポートにある資材リストを一部紹介しようか。まず1台250キロもあり、特殊な光学センサーが組み込まれた小コート用テーブルが16台。1台250キロ。それだけで4トン近いじゃないですか。さらに7700平方メートル分もの選手の膝への負担を軽減し、LED 光の反射を抑える特殊な衝撃吸収専用床材。そして公式球が予備を含めて6000個。これらはすべて製造ロットの中から新球度誤差が 0.01% 以下というえりすぐりの最高品質品だけを ISO 認証に基づいた標準オペレーションで運び込んでいるんだ。単に道具を持っていくだけじゃなくて、会場そのものを完璧な科学実験室に作り変える作業なんですね。そう。レポートはこの裏側の苦労を詳細に描いている。温度や湿度の変動を最小限に抑えるための巨大な空調システム管理、および AI 審判のための数キロメートルに及ぶ光ファイバー。華やかなラリーが1秒も滞りなく行われるために、これだけの物理的な投資が行われているんだ。卓球が学校の部活から世界最高のエンターテインメントイベントに変わったことが、この20トンの重みから伝わってきます。まさに、卓球産業がグローバルなロジスティクスとテクノロジーの最先端に位置していることの証明だね。
この巨大なインフラがあって初めて、私たちは世界最高のプレーを目の当たりにできるんだ。レポートの中でさらりと書かれているけど実はすごく重要な言葉を見つけました。ポストマッチコントロール。試合が終わった後にラケットを検査するってことですよね。これ負けた選手には特にきつそう。そう、2025年から ITTF が本格的に開始した不正用具排除のための最終手段だね。美咲ちゃん、これまでは試合前に審判がチェックするだけだったけど、今は勝利した直後のラケットが没収され、特別室で詳細に検査されるんだ。具体的に何を調べているんですか？レポートによれば、主にラバーの合計厚さと表面の平坦性、そして残留化学物質の痕跡だね。最新のレーザー測定器でラバー全体の厚みが規定の 4.0 ミリを1ミクロンでも超えていないかをチェックする。さらにはスポンジの中に後から塗られた補助剤、ブースターが残っていないかをガスセンサーで検知するんだ。勝ったのに検査で引っかかって失格なんて悲劇も起きているんですか？実際、そういう事例がトップレベルで報告されている。これは卓球のクリーンなイメージを守り、商業的価値を維持するためという経済的な理由が大きいんだ。レポートによれば、かつての卓球界は道具の不正が蔓延し、グローバル企業のスポンサーがつきにくい側面があった。不正を許さない仕組みを試合後にまで徹底することで、スポーツとしての格を上げたと。そう、選手には気の毒な面もあるが、これにより勝利の価値が以前よりもデータ的に証明された偽りのないものになった。この制度こそが卓球がオリンピックの人気種目であり続け、世界中からの信頼を勝ち取るための基盤になっているとレポートは結論付けているよ。さて、いよいよ第3章。メーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない不都合な真実です。ここからは本当にマニアックで、でも私たちプレイヤーには切実な話が続きます。その筆頭が補助剤、ブースターの公然の秘密。これどういうことなんですか？これは卓球界の最大の闇の一つだね。レポートによれば、2008年のグルー禁止以降、有機溶剤を含まないオイル系の補助剤が登場した。ラバーのスポンジに浸透させて膨張を促し、弾みを増強させる効果口なんだけど、実は ITTF ルールでは明確に禁止されているんだよ。禁止されているのに公然の秘密なんですか？誰かが使っているということ？そこが問題なんだ。これまでの検出技術の限界もあり、一部のトップレベルで事実上使用されていることがレポートの出展資料でも指摘されている。特にプラスチックボールへの移行以降、失われた回転とスピードを補うために、この闇のブーストに手を染める選手が後を絶たないという現状があるんだ。正直にルールを守っている選手が不利になるのは絶対におかしいですよね。まさにその矛盾がレポートでは鋭く突かれている。さらに、現代のテンションラバーは工場で補助剤を塗布した状態、ファクトリーテューンドに近い性能をあらかじめ実現しているため、メーカー公認の性能と個人の効果項の境界線が極めて曖昧になっているんだ。ルールが技術の進化に追いついていないということですか？そうだね。ITTF はこのグレーゾーンをどう浄化していくか、常に難しい舵取りを迫られている。道具の性能を後付けの科学で補うのか、それとも純粋な物理技術で引き出すのか、卓球界が抱える最も根深い問題の一つなんだよ。レポートはこの現実を直視し、クリーンな競技環境への回帰を強く求めているね。今の補助剤のお話、これからどうなっていくんでしょうか？不正を完全になくすことはできるんですか？レポートには今後の浄化作戦についても触れられていますよね。2025年から26年にかけて、この問題に対する ITTF の姿勢はさらに強硬になっている。レポートによれば、先ほど話したポストマッチコントロールに加えて、特定のオイル成分を瞬時に識別するポータブル分光解析装置の導入が本格的に検討されているんだ。もはや科学捜査班の世界ですね。そこまでして取り締まる必要があるんですね。そう。なぜなら、補助剤による不当な弾みの向上は、競技の根幹である公平性を根本から破壊するからだ。レポートでは、この取り締まりが強化されることで、メーカー出荷時のスペックをいじらずに高い性能を発揮させる真の材料工学的な技術開発がさらに加速すると分析されているよ。私たちプレイヤーも安易に飛ぶからとルール違反の加工に手を出すんじゃなくて、正しい用具選びと練習で解決すべきですね。その通り。正しい知識を持ち、機材の本来のポテンシャルを引き出す努力をすること。それがこの不都合な真実を乗り越える唯一の道なんだよ。不公平なアドバンテージを排除し、純粋な技術を競い合う場所へと卓球を戻そうとする大きなうねりが今まさに起きているんだ。続いての視聴者質問です。最近粘着ラバーとテンションラバーが混ざったようなラバーが増えていますが、あれは何を目指しているんですか？という疑問、私も気になります。
これもプラスチックボール時代が生んだハイブリッド進化の極みだね。中国選手が伝統的に好む強粘着シートと日本やドイツが誇るハイテンションスポンジ。レポートによれば、これまでは製造技術的に混ざらなかったこの2つが高度な佳境技術で融合したんだよ。なぜ今そのミックスが必要だったんですか？プラスチックボールは以前より重く滑るからだね。従来の硬い中国製粘着ラバーだと筋力が超人並みのトップ選手でない限り、ボールをスポンジに十分食い込ませることができず、表面で滑るミスが出やすかった。それをテンションスポンジの力で解決したと。そう。スポンジをハイテンション化して気候を大きくし、柔らかくかつ高反発にすることで、重いプラスチックボールをしっかり食い込ませて持ち上げるためのパワーを確保したんだ。それでいてシートは粘着だから強烈な回転量は維持できる。まさにいいとこ取りですね。現代の用具はプレイヤーが自力で補えない物理素材の欠点を工学的なハイブリッド化で埋めようとしている。レポートの予測によれば、このトレンドは2026年以降さらに加速して、より誰でも回転がかけやすく、かつ飛ぶユニバーサルな機材へと進化していくようだね。用具の進化が選手の技術的なハードルを下げ、よりダイナミックなラリーを実現させているんだ。第4章の終わりにある若手育成や普及の裏側の話も興味深いです。ITTF ユースグラント2026という助成金制度。これ、未来のスターを育てる夢がある話かと思いきや、レポートではかなりシビアな選別の場として描かれています。ああ、これも ITTF のガバナンス改革の一環だね。以前のようになんとなく有望そうだからってお金を出す時代は終わった。2026年度からは AI が算出した格上選手に対する勝率や成長曲線が詳細にスコア化され、なんと男女各1名のみに集中投資される仕組みになったんだ。世界中でたったの一人ずつですか？それはいくらなんでも狭き門すぎますよ。そう、これはもはや漠然とした才能の発掘ではなく、すでにデータ上で将来の成功がほぼ確約されている選手に対する集中投資へのシフトを意味している。失敗のリスクを徹底的に排除しようとする冷徹なまでのリスク管理だね。まだ無名だけど、これから化けるかもしれないっていうワクワクした選び方はもうしないんでしょうか。それだと新興国の選手は不利になりそうです。残酷だけどリソースは有限だからね。データが全てを決める時代において、若手育成もまた予測可能な投資としての側面を強めている。開発途上国からは機械の均等を求める声も上がっているけど、これが現在のトップダウン型ガバナンスのリアルなんだ。このシステムから漏れた才能をどう救うか、別の課題も浮き彫りになっているね。データが残酷な壁になることもあるんだ。ケンジさん、今日はお話の連続で本当に頭が整理されました。ハイテンションラバーから AI 審判まで、過去30年の激変の歴史を駆け抜けてきましたが、最後にまとめをお願いします。レポートの結論部分は私たちに何を語りかけていますか？今日お話しした30年の歴史は、物理素材の変更、科学規制、競技形式の短縮、およびデジタルの審判という多層的な進化のプロセスだったね。結論として、これからの時代を生き抜くために大切なのは3つの視点だ。一つ目は、ルールの変更を不満を言う対象ではなく、物理的な課題として冷静に捉え、最適な用具と技術を工学的に選択することですね。その通り。2つ目は、もはや職人の勘や昔の常識に頼る時代は終わり、データと科学に基づいたコンディション管理、例えば補助材に頼らない正しい機材管理を徹底すること。そして3つ目は、卓球を社会や経済、テクノロジーの一部として広く捉え、その変化を武器にして楽しむマインドセットですね。完璧だね。レポートの最後にある通り、卓球の次の100年は予測可能で、かつ人間の限界への挑戦に満ちたものになる。変化を恐れるのではなく、変化を誰よりも早く理解し、利用したものが次の時代の勝者になるんだ。過去の栄光に縛られるのではなく、今起きている物理現象を直視すること。これが最強の生存戦略だよ。卓球の次の100年。なんだか、私たちが今生きている現在は、その壮大な歴史の真ん中にあるんですね。ケンジさん、最後に視聴者の皆さんへメッセージを。卓球の未来は、テクノロジーとアスリートの肉体がより高度に融合する未知の領域へと歩みを進めている。物理を知り、機材の背景にある歴史を信じる。それが、この激変の時代を勝ち抜く唯一の道だよ。機材の裏にある真実を知ることは、決して夢を壊すことじゃない。むしろ、自分の努力を正しい方向へ導き、真の勝利をつかむための最も強力な武器を手に入れることなんだよ。みさきちゃん、明日からの練習、何を変える？
まずは自分の卓球をデータで見る癖をつけたいと思います。そしてルールに誇りを持って向き合いたいです。ケンジさん、最高にマニアックで刺激的な解説、本当にありがとうございました。こちらこそ自分だけの正解を見つけて新しい卓球を全力で楽しんでほしいね。はい、それでは皆さん、また次回の分析でお会いしましょう。さようなら。さようなら。